今回は金消しに色付け動画シリーズ当時物レギュラーサイズパート24ロビンマスク清掃スタイルをペイントします。読者応募で作られたロビンマスクのデザイン、いつものように水性アクリル塗料で色付けをしました。レギュラーサイズ金消しパート24のカプセルに同梱されていたブックレットです。裏面は文字情報でのラインナップ超人の一覧でした。表面はカラー刷りで、今回のロビンマスクをはじめニューコスチュームの正義超人やオプションパーツ付きネプチューンマン、そして筋肉マン温度も数体このパートではラインナップされています。ウールマン、サタンクロス、ブルドーザーマンなんかもファンからは嬉しい超人の構成でした。まずは塗装前の状態です。40年超の経年劣化、汚れはありましたが致命的な損傷などはなしでした。ペイントには大きくは支障ないので、そのままいつもの工程で下処理を進めていきました。当時物のレギュラーサイズ、高さは約4センチです。手足のディフォルメもうまくできていて、綺麗に自立しました。かかった時間は約40分の塗装でした。塗装後のレビューを先に、ロビンマスクそのものは銀の原作カラーイメージ、ブックレットにも掲載された配色を参考に使う塗料を決めていきました。広い面積、ディティール、程よいバランスで楽しいペイントになりました。下処理からペイントの様子は記録していますので、ここから詳しくご覧ください。金消しデカ消しの塗装はおよそこんな流れで下処理をしていきます。煮沸してゴム素材を柔らかくして形を整え、余計な油分や表面のホコリを取る、ベンジン漬け込みを一晩から2日して、可素材、塩ビを柔らかくする薬剤を抜く。乾燥させミスタースーパークリア艶消しを全体に吹き、塗装の下地を作りました。そして塗装です。ペイントの様子はハイライトで使用したカラーごとに見ていきます。ベースとして全身にまずファレホのパンツァーエース肌色ハイライトカラーを塗りました。よく下地作りに使っている明るいライトな部類に入るフレッシュカラーです。一手間ですが、この下地のあるなしでその後の色のりは違ってくるので、漏れなくしっかり塗っていきます。全面に模型用の平筆で一気に塗るので 2,3 分あれば下地はできてしまいます。使用した筆は基本は模型塗装用の面相筆。面積の広い箇所はブラシを使って時短させ、効率よく塗装をしました。下地の完全乾燥の後、本格的に色分けをスタート。1色目は部分的に使った黒です。ゲームカラーのブラック。マスクの目元、細かな箇所にディティールから色分けをしていきました。次はモデルカラーのチョコレートブラウンです。コスチュームのベルトの箇所に、塗料は水性アクリルのファレホを基本にシタデルカラーを要所で使いながらオール筆塗りで色付けをしていきました。今回の色塗りに使用した塗料はこちら。首元だけ肌が露出、モデルカラーのフラットフレッシュを使いました。脚部、ブーツにはモデルカラーのガンメタルを使用しました。濃い色味のシルバー、鋼のカラーです。ファレホは世界水準で最高級の水溶性アクリルカラーと言われ、筆塗りによる塗装が滑らかに、筆ムラも出にくく、広い範囲に塗装ができます。モデルカラーはファレホの筆塗りのスタンダードです。色数も多彩で様々なジャンルの模型、プラモデル、フィギュア塗装に応用できます。水溶性で無臭、速乾、均一で色ムラが出にくい、マットな仕上がり。これらが何といってもファレホの魅力です。今回使っている3色のメタリックはどれも隠蔽力はさすがに強い。次はモデルカラーのブロンズです。コスチュームの筋のラインに。ブロンズという名ですが、濃い少しくすんだ印象のファレホのゴールドです。ここでマスクとワン部、グローブに標準的な銀色、ゲームカラーのシルバーを使用しました。とても発色の良い塗料です。下地も効いてスイスイ色が乗りました。ゲームカラーはファンタジックな特別色で、人物、モンスター系フィギュアに適した鮮やかな色がメイン。粘度は低め、隠蔽力、塗膜は強い特性を持っています。消しゴムフィギュアの塗装では最初に行っている可素材抜きの工程が重要です。軟質のフィギュアにするために入っている可素材は厄介者で、そのまま塗装すると塗料の定着が悪かったり、事後に滲み出てきて
テカリやベタつきの原因になってしまいます。目と腕部のアンダーウェア、パンツのカラーです。ゲームカラーのブラッディレッドを使用しました。そしてマントの内側は濃い赤色です。ゲームカラーのスカーレットレッドです。下地が効いて色は乗っていきますが、それでも塗装面積は大きいです。色ムラが出ないように下出るカラーのテクニカル、ラーミアンメディウムという溶剤塗料を使って水で薄めながら色をのせていきました。色分け最後は青です。モデルカラーのブルー、濃い色味の青です。コスチューム全般からそのまま背面のマント外側もこのカラーにしています。広い面積は筆で塗りに行って引っかいてしまうとムラになりやすいので、先端で叩いて色をのせていくイメージで作業をしました。ロビン・マスクはイギリス・ロンドン出身の正義超人で、超人強度は95万パワー。ロビン王朝の当主で頭脳派。ロビン戦法という独自の戦法で戦います。弟子や後進の育成にも長け、指導力にも定評があります。塗装後はソフト99コーポレーションのボデーペン、クリアを全体に吹き付け、乾燥させて完成です。台座をつけて塗装後です。フロントビューからリアビューまで。これまでの制作記録から、レギュラー版金消しではパート4にラインナップされたバラクーダのコスチュームにマスク形態のロビンマスクです。初代アニメカラーで彩色しています。超人オリンピックザ・ビッグファイト決勝戦での登場シーン再現です。続いて先日ペイントしたパート13から黄金のマスク編死の50リングでのジャンクマン戦以降のロビンマスク軽装形態です。ボディはフレッシュ、仮面と鎧を外した状態のロビンです。古い造形の金消しですが、なかなか味のある良いフォルムでできています。こちらは金消し復刻版11技消しシリーズからネプチューンマンとセットになったクロスボンバーのロビンマスクです。マスクが剥がれかかった造形になっています。ということで今回は筋肉マン金消し塗装当時ものレギュラーサイズパート24のシリーズのロビンマスク清掃スタイルを原作超人図鑑カラーでミニブックを参考に水性アクリル塗料にてペイントをしました。ご視聴ありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。チャンネル登録、高評価、引き続きの応援のほどよろしくお願いします。